皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、ゴーガンダム最新話で人妻エースとかいう新機軸キャラが1話で退場して困惑した濃いめのロボアニメオタクナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。相対性理論にまつわる70年前の予想、ついに実証。テレル・ペンローズ効果の再現可視化に成功。ウィーン大学とウィーン工科大学の共同研究チームは、1950年代末頃に提唱された光学的効果により、相対論的速度で超高速運動をする物体は回転して見えるはずだというテレル・ペンローズ効果について、極端レーザーパルスと超高精度カメラを利用し、実行高速度2メートル毎秒という仮想環境条件にて、対象の物体がローレンツ収縮的平像ではなく、回転して見える様子の可視化に成功。約70年確認できなかったこの効果を世界で初めて実証しました。おやおや、今回はちょっと難しそうですね。相対性理論が出てくるとなんかそれだけで難しい感じがします。でも安心してください。今回の内容はかなりわかりやすい部類です。ちゃんと相対性理論を交えて前提知識の部分から解説しますね。電磁気学により導かれる高速度不変の原理。これから考えると、空間中を運動する物体は、その長さが進行方向に対し短縮するように観測されるということになります。これをローレンツ収縮と言います。これは上限である高速度に近づくにつれ顕著になってくるので、例えば亜高速の物体が近づいてすれ違うといったことがあった場合、主観的にはその物体の長さは本来より潰れるように短縮した状態になるということです。この時、潰れるといっても破壊性のあるものではなく、あくまで主観ではそう観測されるということであり、これは時空の相対性を論じる相対性理論で説明されます。さて、現在ローレンツ収縮については物理学的にはローレンツ変換として相対論を導入すれば全く疑いようのない証明され尽くした現象と言えますが、前述のような超高速物体を相対的に観察した場合、本当にそれは潰れて見えるのでしょうか。これについて1950年代に実際には少し違うとするある予測が立てられていました。まず見るという事象について考えてみましょう。見るというのは光子が観測者の目に届き、その信号が処理されて像が結像されるという事象のことです。最終的な結像については観測側の処理能に依存するため異なってきますが、処理についてを無視すれば光が届くということが見るという事象の本質であり、また基本相互作用も全て高速で伝播するため、量子力学をひとまず置いておけば、これが局所実在性の規定的な基準とも言えます。このことを踏まえた上で、見ることができる、つまり光を放つ物体があるとします。この光は、その物体のあらゆる位置から放射されるため、速度が有限であることにより、厳密には同時に観測者に届くわけではありません。単純化するために、亜高速の立方体がすれ違うという状況で考えてみましょう。立方体の側面を見るという状況では、当然一番最初に届くのは一番近い側面の光です。この時、一番遠い位置にある光面の手前側の角の光も放出されていますが、それが届くにはタイムラグがあります。相対的に静止状態である場合、前面と後面のこちら側の角の光は、それぞれ高速に依存するタイムラグでこちらに届きますが、相対的に静止状態で常に同じ位置にその物体があるため、物体の長さは本来の長さで観測されます。しかし、この状況は相対的に亜高速であるため、物体が亜高速でかなり進む前の後面の手前側の角の光は、物体が進む速度よりやや速い速度ですでに向かってきているということになるので、すれ違う際のタイミングにおいて、静止状態の場合より短いタイムラグで側面の光と同時に届くということになります。つまり、物体の長さは短縮して見えます。これはローレンツ収縮が説明する通りの平像ですね。しかし、もう少しよく考えてみると、
あるタイミングで同時に届く光はそれだけではないのです。立方体にはこちらから見て向こう側の面もあります。静止状態ならばこれは手前の面に遮られるため見るということは当然できませんが、亜光速の場合、一番遠い位置である向こう側の光面の角から光が放たれたとき、立方体は即座にかなり移動します。つまり、本来見えないはずのその一番遠い位置の光が、すれ違っている最中に物体の手前側の光と同時に届くということになりますね。これにより、その光の相互作用による副次的な光の放射のことも考えると、手前側の像と少し前の向こう側の像が同時に向かってくるように、連続的に像が形成されるということになるので、このような状況の物体は縮んでいるという光の成分もあるものの、実際にはやや引き伸ばされるように歪んだ像も同時に映り、ねじれるように回転しているように見えると考えられます。これを同時期にそれぞれ独立に導いた2人の科学者の名前から取って、テレル・ペンローズ効果と言います。ところが、理論的にはそう考えられるものの、この効果が見られる光速というのは尋常ではない速度域となるため、物体レベルの光質量をそこまで加速するということは現行技術でも不可能であることから、この効果の実証はこれまでされてきませんでした。今回の研究チームは、ついにこれを世界で初めて再現し、実証したことになります。この成果の鍵は、極単パルスレーザーと高精度カメラを巧みに利用した実験系でした。非常にきめ細かいパルス発信をする極単パルスレーザーと、これまた非常にきめ細かいシャッターを超高速できる高精度カメラ。これらを組み合わせ、緻密にタイミングを調整することで、仮想的に高速が2メートル毎秒以下であるのと同等の結果を得る環境を構築したのです。これにより、異なる時間に撮影された複数のレーザーフラッシュ画像、1枚の静止画に合成するという手法を使い、さらにその静止画をスナップショット動画として再構築することにより、高速の 90% で運動することに相当する球体は、回転して極の位置が変わって見える様子が捉えられ、高速の 80% で運動することに相当する立方体は、ねじれるように回転する様子が捉えられました。この知見は、長年未確認だった予想を初めて実証したということ以外に、例えば、天文学において極限的な運動をしていると推測されるような、天体の観測結果に対する一つの判断基準としても役に立つかもしれませんね。今回の研究成果は、物理学が主体であることは間違いないですが、その背景には、芸術分野の表現技法の知見を科学に取り入れることを目的とした、ウィーン大学及びウィーン工科大学の芸術科学プロジェクトの存在があります。芸術と科学の融合というと、中世のレオナルド・ダ・ヴィンチを彷彿とさせますね。全く異なる分野の知見が、それぞれ単一では成し得なかった新たな知見を生み出す。やはり合体は素晴らしい。さあ、皆さんもどんどん合体を推し進めていきましょう。今回の研究論文は、現在、シュプリンガー・ネイチャー誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。